実はゆねここにはお兄ちゃんがいます。名前はゆいとと言います。ただゆいとは死産という形で生まれてきたので、今この世にはいません。この動画でこのチャンネルを初めて見た方もいらっしゃると思うので、軽く自己紹介をさせていただくと、私たちはゆねちゃんとここちゃんという姉妹を育てているパパとママです。このチャンネルでは主に姉妹の成長記録をアップしています。このことについてここでお話しする理由は、まず第一にゆねここに記憶が新しいうちの今の私たちの言葉を残しておきたかったから、そして妊娠出産にはいろいろな形があることをより多くの方に知っていただく機会になればいいなと思います。まず経緯をお話ししていくと、今から4年前の2017年の1月ぐらいに、妊娠していることが分かって、普通に妊婦生活がそこからスタートしました。その時は、会社員で働いていたので、普通に働きながら妊婦生活を送って、検診受けてっていう生活をしてました。22週目の検診でちょっと詳しく超音波でエコーでお腹の赤ちゃんの様子を見る検診があって、その時にパパが初めて一緒に検診についてきて、初めて一緒にエコーを見る日でした。でその時に、普通にいつも通りベッドに横になってお腹を出してエコーでお腹の中の赤ちゃんの様子をこう見ていったんですけど、見ていくうちに先生がずっとやってても何も言わなくて首かしげてたりとか、先生が途中で変わったりして、詳しそうな先生っていうの、部長みたいな先生が呼ばれて、またその先生がちょっと変わりますねって言ってエコー変わって、その先生がよく見たりとかして、ちょっとざわざわし始めて待ってたら、先生が心臓が動いてないですねって言ったのかな、えってなって、でももう一回内診もしてみましょうってなったよね、確かで内診してもう一回見たけど、やっぱり動いてないですって言われて、もう頭真っ白な感じで、その時の記憶が結構その時にいろいろ説明されたけど、あんまり聞こえてないとか入って流れてくって感じだったから、あんまり先生がどう言ってたかとかってあんまり覚えてないけど、そのお腹の中で亡くなっちゃった子はそのお腹の中にずっといても、あんまり良くないというか、そのまま大きくなっちゃうんだよね、お母さんの負担が体に負担が少ないうちに産みましょうっていう感じの、外に出してあげましょうっていう趣旨の話をされて、入院してちょっとそういう処置をして出してあげましょうっていうことになって、そこからちょっと別室に移動して今後の流れみたいなのを説明されて、3日後に入院して出産しましょうっていうことになりました。その後入院手続きをちょっとパパがしに行ってくれて、パパがママのお母さんとかパパのお母さんとかにこういう状況になったから入院になりますっていう報告をパパが電話でして、いろいろ手続きをして、その日は帰宅しました。入院するまでに2日間あって、その間どう過ごすかっていうのも、ちょっと難しくて、基本的には3日間ずっと涙が止まらなかった中で、この子に何をしてあげられるのかっていう話をして、大したことはしてあげられないけど、何か一緒に美味しいものを食べようっていうことで、お寿司を食べたり、ママの実家が近いから、家族でなるべく一緒にいたっていうか、実家に行って一緒に話したり、して、その2日間は過ごしました。6月15日の朝病院に行って入院手続きをして、部屋は個室で、その入院案内の時に
個室しか空いてないんですけどっていうふうに言われたけど、多分空いてなかったんじゃなくて、まあ病院の方針だったのかもしれないし、まあ先生が気を使ってくれたのかも、まあ、大部屋だったら、まあ、基本的に産婦人科なので普通に生まれてくる子の妊婦さんばかりなので、今同じ部思えば屋じゃない方がいいかなっていう先生の配慮だったのかもしれない、子供は普通には出てこないので、まあ、促進っていうの、ちょっと何を使ったかとかもあんまりわからないんだけど、ものすごく痛かった処置だった、何か多分水分を吸うと膨らむものがあって、その棒みたいなで、それをその子宮口がやっぱり普通の出産とは違う、子宮口が開かないから無理やりそこを開かせて出産を促さないといけないから、そういったものを使って処置をしたんですけど、まあものすごく痛くて、それがまあ処置して、もうこんな感じで部屋に帰ってきて、個室だったから、まあパパもずっと一緒に泊まってね、隣にちっちゃいベッドを置いてもらって2人でいろいろ話しながら過ごして、なんかどのタイミングで看護師さん呼んでいいのかとかそういうのも全然分かんなかったから、痛いのが普通なのかなと思って結構痛みに耐えてて、夜も結構痛がってたじゃん、でまあずっとって感じで寝れなくて、でやっと寝れたなって感じで5時前とかぐらいになんか結構また鈍痛が来て、お腹にそしたらなんかこうバキみたいな、なんか変な音がした気がして、そしたらなんかこう水が漏れてくるような、なんかちょっと変な感じで血が出てきてるのかで、なぜかナースコールじゃなくてナースステーションまで歩いて行って、なんか出てる感じするんですけどって言いに行ったんだよね、なんでかナースコール押さなかったんだよ。トイレ、そうトイレに行きたかったんだ、痛いけどトイレに行きたいからって言って、もうこうなってトイレに行って、個室だったんだけどトイレがなぜかちょっと壊れてて、共同トイレに行かなきゃいけなくて、で共同トイレ行ったら血が出てたのかな、血が出てて、で血出てるんですけどってそのまま帰りナースステーション寄って、まあそのままで分娩台行こうみたいな感じになって、最初は一緒に行ったんですけど、まあ、その時の2人の決めてた出産プランというかので、立ち会いはパパはしないでママが立ち会うっていうことを2人で話し合ってたので、もう始まるみたいですっていうことを電話して来てもらって、来た段階で変わるっていう感じで変わって立ち会ってもらったんだよね。そう、分娩台に行ったのが5時、まあ普通の出産と一緒っちゃ一緒だよね、普通に、まあやっぱりちっちゃいからその生き見逃しとかそういうのは多分してないんだけど、やっぱりその陣痛が来てるのは一緒だから、痛くて、もう普通の出産っていうか、その経腟分娩と一緒のように産んだんだよね、6時39分に、まあ、生まれて、体の大きさが身長が28センチで体重が282グラムっていう、まあ小さい体で生まれてきました。普通だったらっていうか、生まれたら大体問題がなければ、お母さん抱っこするんだけど、やっぱりまあ亡くなってるから、多分すぐは抱っこさせてあげられないような状況だったのかな、見てないから分かんないんだけど、生まれたばっかりのところちょっと整えてから見せてくれるっていうか、合わせてくれるっていう感じだったよね、それでまず驚いたのが、検診の段階では女の子かもっていう話をされていて、で名前とかも2人で女の子女の子辞典買ってたしね、生まれてみたら男の子だったんだよね。でちょっとしてママとパパが入れ替わって分娩室でママと2人で話す中で、まあ、最初から予定があったわけではないんですけど、名前を決めてあげようっていう話になって、ゆいとを妊娠した段階ではパパとママはまだ結婚していない状態で、結婚するきっかけになったのはまあゆいとだからね、だからそこを結びつけてくれたっていうところもあって、それでママが結ぶ人って書いてゆいとはどうっていう提案をしてくれて、
パパの中でも同じような思いがあったので、まあそうしようということになって、結ぶ人と書いてゆいとと名付けました。生まれた後に一応なぜお腹の中で亡くなったのかわからないかもしれませんが、調べてみましょうということで胎盤を病理検査に出しました。一応結果としては、まあ分からず、明確な原因は分からずという結果でした。まあ今思えばそれで良かったのかな。まあね、もし分かっていたらそのことを責めるかもしれないし、だから今思えばもしかしたらその結果で良かったのかもとは思います。産んだ後に辛かったのが、亡くなって生まれてきたとしても死亡届を出さないといけなくて、死亡届っていうのをまあもちろん書いたことがないし見たこともなかったので、先生とか看護師さんに説明を受けながら書くわけなんですけど、まあ、その説明もちょっとあんまり頭に入ってこないというか、その戸籍にどうのこうのっていう、まああんま覚えてないんですけどっていう話があって、でもあんまり理解できない中、でも出さないといけないのでっていう感じで書いて出したりとかもありました。入院中にちょっと辛かったなって思うのが、夜に近い時間になってくる時間とかは赤ちゃんが生まれた声が聞こえてきたり、廊下で陣痛来るように歩いてる人がいたりとか、なんか別にその人たちが全然悪いとかじゃないんだけど羨ましく思っちゃうのはやっぱりあって、なんで自分はここに今いてこういう状況なのかなっていうのはちょっと結構辛かったかな。なんか考え方がね、なんで自分なんだろうっていう、ってなっちゃうよねやっぱりどうしても、今こうやって話せるからあれだけど、その当時はやっぱりあまりにも急な出来事で、はい、急に入院して、はい、亡くなってますパッパッパっていう感じでバーッと日々が過ぎていったから、やっぱりこう悪い風にしか考えられなかったっていうかね、全然切り替えなんてできない状態だし、できるのかすらわからなかったよね、この辛い気持ちはいつか抜けるのかなっていうのもね、やっぱあったよね、その中でやっぱりだからその個室でよかったなってまあ改めて、そうだね、確かに入院中にまあ普通に生まれた子と同じようにいつでも面会はできるんですけど、まあ気持ち的に辛かったっていうか、なかなか会ってあげられなかったっていうのがあって、なんかやっぱり自然にこう涙が出てきて、それを見せるのもそれをするのもなんかあんまり、だからちょっと時間が欲しかったっていうか、気持ちの整理が全然できてない状態だったからね。その中でまあ看護師さんが何回か会いますかって感じで聞いてくれて、で何回目かに連れてきてくださいっていう感じでお話しして、そうお部屋でだから2人とも初対面をしたんですけど、もう本当にちっちゃいし、今にも崩れそうっていうか、その脆い感じがあるというか、で抱っこしますかって言われたけど怖くてできない、そう初めての子ってただでさえも抱っこはやっぱり怖いじゃないですか、その中でさらにちっちゃい子を抱っこする勇気がなくて、まあ、抱っこは最後までしてあげることはできませんでした。まあ今は2人の子を育ててそれなりに抱っこはしてきたから、今思えば抱っこしてあげたかったなとは思うけど、まあ、あの時はできなかったな。そういう気持ちにもちょっとなれなかったしね、なかなか。なのでまあ最後まで抱っこしてあげることはできませんでした。ちょっとそこは心残りの部分であるよね、そして亡くなってるのでお葬式っていうか火葬をしないといけないので、まあ、お葬式の申し込みをして、お葬式は生まれた2日後に決まって、葬儀屋さんの方からまあゆいとくんを一日お家に連れて帰りますか、それともこちらでお預かりしますかっていう話をして、私たちの判断としてはやっぱり今にも崩れてしまいそうというか、
ちに連れて帰ることがやっぱり怖かったっていう、怖いっていうのはそう霊的なとかじゃなくて、霊的なとかそういう意味じゃなくて、その物体として今の状態を保ってないっていうのもあるし、ただでさえ病院で面会がなかなか会いに行けなかったというか、っていうのもあって、ずっと一緒に家に一緒にいてあげる自信がなかったっていうのもあるよね。それで一晩葬儀屋さんの方で預かっていただきました。そして生まれた翌日に退院して、その翌日にお葬式を家族だけでしました。その退院する時に、棺に入れたんですけど、退院が普通に生まれてきた子と違って、正面玄関から退院することは、病院としてちょっと NG だったので、病室から遺体安置所の方まで誰にも会わないルートで、ゆいととパパとママと看護師さんと葬儀屋さんで歩きながら向かって、遺体安置所のところで棺に入れるっていうのをしたんですけど、その時もゆいとが乗ってるベビーワゴンっていうか、そういうベビーベッドみたいなところから棺に移すのも、やっぱ持ち慣れてないっていうこともあるので、看護師さんにお願いして看護師さんにやっていただいて、退院する時に着る予定だった服とかも着させてもらって、棺に入れた後に葬儀屋さんの車まではパパが棺を持って移動しました。その退院の翌日がお葬式だったから、一旦そこで、ゆいと明日また会おうねって言ってバイバイして、パパとママで帰宅しました。それで翌日にお葬式を無事に終えて、お骨を持って3人で帰宅しました。そして骨をどうするかっていうのを次に決めないといけなくて、パターンとしてはお家で保管する、であとはお墓に入れる、そして散骨っていうパターンがあって、まずお墓に関してはパパは長男ではないので入れるお墓がなくて、であとそういう亡くなった子用のお寺みたいなのもあるんですけど、そういうところもなっていう気持ちがあって、結果として私たちは散骨を選んだんですけど、その理由がまだ何もさせてあげられなかったっていう気持ちがあって、散骨することによっていろんなところに行けるのかなっていう考えに至って、お家の中で保管したりお墓の中で保管するっていう形ではなくて、散骨しようということになりました。散骨はパパが生まれ育った沖縄の海でしました。その時にママの家族も全員で沖縄に行って、この両家が初めて会うことができて、でいろんなお話もできて、その時に改めてやっぱりゆいとだなっていうことをすごく思いました。全員が集まれる機会って、やっぱりなかなか離れてるし、沖縄と東京でなかったし、でもそれが本当にこのことがあって沖縄に行くまでに2週間とかで行けたから、でやっぱりみんなで沖縄に行こうって思ったら、いろいろ本当みんなの都合をつけてっていうのがあったけど、本当にたまたまいろんなタイミングが良くて、お仕事お休みもらったりとか、そういうこといろいろできて、本当にみんなで行けて、でパパの家族ともみんなで初めてみんなで本当に会えて、なんかすごいよね。これって本当にだから普通だったらこんな急に沖縄行こう全員で行こうってできないから、だからそれもゆいとのおかげでこうやってみんなで沖縄に行って、みんなで、ゆいとのことについても話ができたし、今後の両家でいい関係を築いていこうっていう感じですごいよね。本当にだからそれが結ぶ人っていう字通りで本当にそうだなと思ったよね。亡くなってるってことが分かった時に、いろいろ動画を見たりとか他の死産について調べてる中で、人には何か役割がある、意味があって生まれてきたり亡くなったりするっていう言葉を見て、本当にゆいとに関してはもう本当に人を結んでくれたなっていうのがありました、っていう感じが一応そのゆいととお別れするまでの出来事だね。でその時の自分を振り返ると、周りを羨むというか、
なんでうん自分たちなんだろうっていう思いはあったし、結構だからママの友達も妊娠出産ラッシュだったり結婚のラッシュだったりして、妊婦さんが友達に何人かいたりとかして、みんな妊娠してる中でどうして自分だけこうなったんだろうっていう思いがやっぱり強くて、本当になんかその時は誰にも会いたくないというか、特にね友達には会いたくなかった正直ね。だから今は本当に自分の友達でママ友としてもみんな支えてくれる友達なんだけど、その時は本当にもう何も考えたくないというか、もうどうでもいいみたいな感じにやっぱりなっちゃってて、全部失いかけた感じはした、一回。でもそれでもやっぱり今こうやって仲良くしてくれる人がいるから、今こうやって子育てしていけてるから、なんか本当に周りに恵まれてるなっていうのはすごく今思う。そうだよね。だからその立ち直れたっていうか、今こうやって皆さんが見てる私たちが入れるのは、その散骨の時に沖縄で家族で楽しく過ごせたっていうのが大きいよね。本当だったらきっと笑顔で過ごせないというか、だったけど、本当にあの時はなんかもちろんお別れは悲しかったんだけど、なんかすごく楽しかった思い出が強くて、みんな笑顔で、気を使ってたのか、純粋に楽しかったのかは分からないけど、楽しい思い出を作ってくれた家族、今こうやって支えてくれてる周りの仲間にはもう本当感謝。こういうことを今お話しして、この動画をゆねちゃんここちゃんが大きくなって、意味が分かる年になって見て、ゆねちゃんとここちゃん女の子だから、もしかしたらいつか結婚して出産する機会があるかもしれないから、自分がそういう経験をするかしないかっていうのは別にして、しない方がいいと思うんだけど、一応自分のママがこういう経験をして、でパパがその時にどう思ってたかとか、ママがどう思ってたかっていうのを知っておいてくれるといいかな。いつかだからゆねちゃんとここちゃんの旦那さんになったりする人、彼氏になったりする人もこういうことがあるって言ったら、男性もこういうことをね知っておいてほしいなと思って、この動画を撮ってやっとね、ゆいとの出産から4年が経って、撮らなきゃと思ってちょっとなかなか撮れなかったけど、やっと撮れて、これをいつか理解してくれる時が来た時にゆねちゃんとここちゃんに見てもらえたら嬉しいなって思います。パパもなんとなく生きて生まれてこないパターンがあるっていうのは知っていたけど、正直こんなに辛い出産があるっていうのは想像もしていなかったし、子供は当たり前に生まれてくるとまでは言わないけど、そうなんだろうと思ってたし、そのゆいとの経験で命の儚さというか、今の幸せをより感じられるようになったし、本当にその一瞬一瞬が大事だなっていうのは、それがなかったら多分今ほどは思ってないかもしれないし、だからそう思わせてくれたゆいとにも今はすごく感謝しているし、ゆねちゃんとここちゃんにも大きくなって理解できるようになったら、そのお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんの人生はこういう人生だったっていうのを知ってもらえればなと思っています。いつも見ていただいている視聴者の皆さんは多分いきなりこういう話をされてちょっとびっくりした方もいるかもしれませんが、私たちはこういう経験をしていて、その上で今の私たちがいて、そしてゆねちゃんとここちゃんがいます。いつも応援していただいている皆さんにも、このことを知ってもらいたいなと思って今回は動画にしました。次回からはいつものようなゆねここチャンネルに戻って2人の成長を記録していきますので、これからも応援していただけたらなと思います。もちろんこのチャンネルではこのことについてタブーとかそういうわけではないので、何か思うことがあったらコメントで言っていただいたり、生放送の時とかにコメントいただいても全然私たちは答えますので、全然タブーにしなくて結構なので、いつでも言っていただければなと思います。ちょっと私たちの言葉足らずな部分があって不快な気持ちになってしまった方がもしいたら、それは本当に申し訳ないと思います。
少しでも今私たちがどう思っているのかっていうのが皆さんに伝わっていれば幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。